ランクル76オーバーヘッドコンソールの作成。その1。初期型とマイナーチェンジをした2型まで。編。ランクル704に自作をしたオーバーヘッドコンソールの制作過程を紹介します。なお、今出ている画像のオーバーヘッドコンソールは、今回の動画で紹介する初期型、2型から、さらに改良をした3型なのですが、これについては別の動画で制作過程をじっくり紹介します。ランクル76オーバーヘッドコンソール初期型の制作過程。初期型を制作したのは2016年。まずは段ボールを使って型紙の作成から、現物合わせの手法で段ボールを切り貼りしながら型紙を作っていきました。この型紙の形状自体はかなり適当に作っていますが、幅の採寸はきっちり測っています。棚板として選んだのはパイン材の板。ホームセンターで買いやすいのと値段と強度と重さなどを考慮して選びました。まずは型紙の外寸を写し込んで外形から加工をしていきました。外寸がある程度決まったら徐々に形状を整えながら加工していきました。削っては実際に車に合わせてチェック、また削ってはを繰り返して形を整えていきます。ある程度形が整ったので、ランクル70純正のサンバイザーをオーバーヘッドコンソールに取り付け、製作するオーバーヘッドコンソールには、サングラスを収納するケースが付くマップランプを取り付けようと、トヨタの他車種用の中古部品をネットオークションで購入。マップランプが2つあるのは、取り付けのために加工をしないといけない場合に、1つは壊しても良いようにと用意をしました。その他の部品、丸1は、マップランプ遅延消灯用のタイマー回路、丸2は、トヨタ、アルファード、10系の LED ダウンライト、詳しくは、また説明をします。車両側の配線は、ACC や、ルームランプ、イルミネーションにアースなどの配線を延長して、ルームミラーの根元から出るようにしました。オーバーヘッドコンソールの方は、写真を撮り忘れて、一気に進んでしまっていますが、仮面はスエード調の生地を貼り、上面には滑り止め効果のあるマットを貼りまして、上に乗せた荷物の落下防止に、発泡ゴム素材のコーナーガードクッションをタッカーを使って留めました。これは仮面、サンバイザー、サングラス収納付きマップランプ、LED ダウンライトなどを取り付けて、完成、目前。車に取り付けて、初期型の完成です。なお、車両にオーバーヘッドコンソールを取り付け、または取り外しをするのに、工具は一切使わないで、手作業のみでできる仕様にしています。こだわりポイントです。どのような固定方法なのかは、画像をよーく見れば、わかる人にはわかるはず。詳細については説明しません。以上で、初期型の制作過程は終わりです。続きまして、ランクル76オーバーヘッドコンソール初期型から2型への改良過程。2型への改良を行ったのは2018年。改良箇所はサンバイザー、照明、バニティミラー付きのものに変更します。トヨタの他車種用の中古サンバイザーをネットオークションで購入。オーバーヘッドコンソールを車両から取り外し、ランクル70のサンバイザーを取り外したところ、ミラー付きのサンバイザーはサイズが違うのと照明用の配線を通すので穴を開け直します。そしてあっという間に完成。サンバイザーを取り付ける作業の写真は撮るのを忘れました。車に取り付けて完成。ミラーの照明用に常時電源も引きました。マップランプとバニティミラーの照明をすべて点灯したところ、賑やかな感じです。以上で2型への改良過程は終わりです。初期型から2型までは写真しか撮っていないので、スライドショーでの紹介となりましたが、3型への改良過程は動画で詳しく紹介したいと思います。その時には、マップランプや LED ダウンライトなどの機能についても
説明をする予定です。以上、ご視聴ありがとうございました。